ダンスを始めたのが8歳なんですけど、はい8歳からもうずーっと学校以外はもうダンススタジオに行ってレッスン受けて終わったらまた帰って練習してで学校行くか休むかみたいなオンタイムちゃうやん。ワンダーランド、ありがとう。メインダンス。はい、オッケーです。顔僕いるんでもうパスで。はい、顔パスです。どうぞ。了解です。で、今日のラジオ。あ、お願いします。あ、ここでやるの？ここでやる。皆さんこんにちは。公開収録番組みんなのビジネスネタが見つかる BMS ラジオをお送りいたします。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。どうも京香です。元中央生です。で、今はダンサーとして一応大阪拠点ですけど、世界をメインに活動してます。ダンスを始めたのが8歳なんですけど、はい8歳からもうずーっと学校以外はもうダンスですかね。スタジオに行ってレッスン受けて終わったらまた帰って練習してで学校行くか休むか。もう基本はもうダンスメインでやってたので、でも中央の場合は単位を取らないと卒業ができないのではい来てましたね。友達もいっぱいいたし、はいなんやかんやみんなと喋ったりっていうその学校の時間が結構好きで来てました。私の場合はそのダンスのライフスタイルがメインにあってそこに学校っていうものが来るので普通やったら逆やと思うんですけど、はいもうそんだけダンスに集中してたのでそれがそっちのスケジュールに合わせて自分の授業を組めるっていうのは最高ですね。もう本当に変わらんな。うどんあるやん。カレー違う肉うどん一つと唐揚げ一つください。唐揚げ一つ。ああ、そっち系ない。あ、私ありがとうございます。400円です。中央生らしいわみんな。大丈夫。うん。大丈夫。僕は2年生の時の担任でしたね。大学卒業して1年目だったので本当に教員として右も左も分からないままっていう時の担任のクラスに京香さんがいたっていう感じですね。私国語なんですが五七五を書かせたら恋愛のこと書いてましたね。だからそういう意味でバリピュアやったから。ピュア、そう、ピュアでまっすぐな子なんですよ。だからそうです。あと見た目で言うとドレッドヘアでちょっと古着っぽい服装とかもしたりとかしてておしゃれやなっていうそのダンサーとしてのスタイルがある子だなっていうような印象はあった子なんですけど、でも中央高校は服装自由なので特別だからこの子が目立ってたとかっていうわけではなくて、そういうような子だったですね。それでは皆さんそろそろ移動の方よろしいですか。はい。選択肢が今はもうありすぎるので、その選択肢の中で迷わされると思うんですよね。で悩むこともたくさんあるし、でやっぱり表に出てる人ってすごい輝いて見えるけど、ほんまにそれが自分のやりたいことかどうかっていうのがやっぱ結局大事で、ほんまに自分が好きなことでほんまにそれが求めてるものかどうかっていうのを大事にした上でこの数ある選択肢の中から選んでいってもらえるとほんまの自分でいる中で表に出れるかなって。趣味がいっぱいみんないろいろ持ってて一生歌ってるやつがおったりとかDJ やってる子がおったりとかスケボーやってる子がおったりとかみんなそれなりに趣味があってその趣味スタートでいいと思うんですよ。趣味スタートでいいからそれを一回一生懸命やってみることでもしかしたらそれが夢になるかもしれへんし、それで無理やからってまた変えれるかもしれへんし、でもやらんことには始まらんから今の子たちはそれが結構ないのかなって思うので、とりあえずやってみるのがいいんじゃないかなと思います。イエーイ！
もう一回いきます。はい。もうちょっと持った方がいいんちゃう？